僕がここでサックスをいつも練習してるんですけど、ランプはいつも僕がサックスを吹き出すと一緒に合わせて遠吠えしてちょっと練習にならなくなるんで、ランプがいる時はあまりやんないんですけど、銀がいる時に僕がサックスを練習し始めると、銀はねさっさとあんな感じでプイッと外で終わるのをじっと待っています。やっぱりね、猫はね、こういう大きい音があまり好きじゃないんでね。銀、もう終わったよ。終わったよ、銀。銀、もういいよ。終わり。終わったからおいで。うるさかった。うるさかったね。今日は12月20日水曜日です。気温はどんくらいかな、6度ぐらい。なんか明日から九州に猛烈な寒波が来るということで、この辺、熊本市街地平野部もそうなんですけど、平野部ですらちょっと雪が降るかもっていうんで、この辺山間部なんでね、多分結構なことになると思うんで、ちょっといろいろ薪を軒下に移動させたりとかいろいろしなきゃいけないんですけど、銀、ですね、それもそうなんですけど、今キャビンの中がこんな感じになっていて、これがストーブがあって、こっちにシンクで、ここにカウンターがあってって感じなんですけど、ちょっとこの内装こうなってからもう何年経つかな。ストーブがここっていうのはかなり最初からそうなんですけど、ちょっとそろそろ模様替えをしようかなと思っていて、ここのシンクとカウンターをこっちのロフトの下に移動させた方がなんか広々と使えるんじゃないかなという気がしてきたので、ちょっとそれをやろうかなと思ってます。ただここのロフトの柱が問題なんだよな。このままこのシンクの奥行きがあるから、こっちにそのまま持ってきたら多分ここよりだいぶこっち側にしなきゃいけないし、まあいいや、その辺はやりながら考えてみたいと思います。何？お腹空いたの？こっちの方はね、なんかだいぶね、今使い勝手がいい、居心地のいいアトリエになっています。こっちだね。このストーブがたまになんか質問が来るんですよね。このストーブはどういうやつなのっていう。海外の方からすると珍しいのかもしれないんですけど、これは普通に日本だとホームセンターとかに売ってるんですよ。こういう鋳物のやつはですね、僕ここの小屋にはねすごいぴったりなんですよ。ただこれを家で使おうとすると
これってその鋳物なので、ストーブ火をつけてから温まるまで結構時間がかかるんですね。冬の朝キンキンに冷えた部屋だと、これをつけてから温まるまで多分部屋が暖かくなるまで1時間近くかかるんじゃないかな。3、40分は多分かかると思うんですよ。なのでね、なかなか自宅のメインの暖房に使うっていうのは厳しいかもしれないですね。他になんか石油ストーブとかあって、まあ温まるまではそれでしのぐとか。ここのだからあれですね、鉄板のストーブの方が温まるのは早くていいかもしれないですね。まあ雰囲気なんでね。で、ここで燃やしてるのがほぼパレットの廃材とか、あとはその立ち枯れして倒した杉の木とかなんで、あまり日持ちのいい薪はここではあまり手に入らないので、そういう杉とかすぐ燃え尽きちゃうような、結構こんくらい太い杉の木を入れてもすぐ燃え尽きちゃうんで、自宅で使おうとすると結構薪の補充を頻繁にしなきゃいけないとか、そういうことになるんですよね。銀ちゃんやめて。ただここだとね、別にここに住んでるわけじゃないんで、まあ朝ここに来てストーブ火をつけて、でまあちょっと庭仕事とかいろいろ作業をしてる間にまあ部屋が温まって、まあお昼夕方まではで、夕方までにはなんとなくストーブも薪も鎮火してお気になってって感じで、まあなんかここで使う分にはすごく使い勝手がいいです。ね、ストーブの焚き付けを作るんですけど、これはね、パレットをばらしてでいろいろなんやかんや作ったりした端材ですね。もう端材の端材ですね。これをこんな感じで細かく割っていきます。結構ね、パレット材なんで割とね、節だらけの板なんでね、あまり綺麗に割れないんですけど、これはまあ結構綺麗に割れた方かな。ほらね、こういう節がね、割れにくいんです。あ、そうだ。こういう焚き付けを作る道具で、こういうのもあるんですけど、映ってるかな。キンドリングクラッカーっていうんですけど、これだと割と安全にこんな感じで、これ節がひどいな。
ただこれよりもまあもう斧でやった方が早いんでね。節がね、なかなかこう大きい節が入ってるんですよ。こういうのが割れないんです。これが正しいやり方かどうかは分かりません。なんかね、こういうのね、動画で公開するとね、お前怪我すんぞとかいろいろ怒ってくる人がいるんですけどね、おすすめはしてないんで自己責任です。怪我はね、絶対にしたくないんですよ怪我とか病気が嫌いなんで。常にこういうものは危険なものであるという認識を常に持ってはいます。着火剤ですね。これ普段はおがくずに灯油を染み込ませたものとかを使ってるんですけども、今ね、今年のお盆にここでみんなでバーベキューをした時に買ってきてくれた着火剤があるんで、今これを使ってますけども、これをおかえり。町の方に住んでるとなかなかこういうマッチなんて使わないですよね。僕もね、ここで暮らすようになってから本当マッチとか普通に使うようになったんですけど、タバコ吸う人は、紙タバコ吸う人はライターとか使うか。でもね、家の調理する時もね、電磁調理器とかになったりしてガスコンロがない家もありますよね、オール電化とかで。それだと本当にこの生の火を見る機会ってあんまりないんじゃないですかね。なんかね、これはね、家の中で焚き火ができる感覚なんですよね。こんな感じでパレットの廃材ですねは割とこうやって細かく割って焚き付けにしてます。焚き付けっていうか、もうそれ自体メインで、パレット自体メインで燃やしたりもしてるんですけど、だいたいね、工作したりするのに、小屋作ったりするのに使った後のパレットの余った部分って、もうこれちょっとした小物を作るぐらいしかないかなとか、あとねじれてたりちょっと腐りかけのやつとかはもう小物作りにも使えないんで、ここでね燃やして暖を取るのに使えるんですよ。ストーブに火をつけ始めはこんな感じで煙が出ますね。これで薪の方が本格的に燃え出すと煙はほとんど出ません。い。 。 。。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 
銀、寒いから入ろう。この銀専用の扉なんですけども、これはね、これ作った動画もだいぶ前に出しましたけど、こういう感じで向こうからもこっちからも押せば開くようになっていて、で小屋から出るときはこういう蓋をしてあります。こんな感じで。じゃないとね、外から別の動物が入ってきちゃうんでね。でこの小屋に銀と一緒にいるときは蓋を外してあります。これはね、遮熱のためにここが熱くなっちゃうんでね、このストーブの熱で遮熱のためにこれやってます。なんかそういうのもあってちょっとこのシンクをこっち側に移そうかなと思ってます。でこっち側にはね、なんかちょっとくつろげる感じで小さめのテーブルと椅子かソファーかなんかを置こうかなと今考えながら喋ってますけど、どっちにしてもとりあえず模様替えするならこの辺のものを片付けるところから始めなきゃいけないですね。片付けながらビデオ撮れるかな年内に完了すればいいかな。そんくらいの感じでちょっとずつやります。